今日どんな感じ？あの暴れん坊が帰ってきた。カムバックと同時にユミトに浴びせられる高額ボトルの嵐。ローランドショーでテルテルランドってやつに結果売られたんで、1週間でね、格の違い見せてやろうと思います。よいしょ。一体どの面下げて戻ってきたのか。視聴者、そしてローランドグループのホストをも混乱させた出戻りの真相。今宵明らかに。意見あったら直接言ってこいよ。意見というか、店の経営方針をめぐりローランドと対立。5年間働いたローランドグループを去る決断をした桜木由美とであったが、桜木由美さんが、桜木大阪に入店します。退店からわずか1ヶ月、大阪店での復帰を決めるというなんだかよくわからない展開に。こんにちは。翔さん。お久しぶりです。こんな子供じみた茶番劇を誰が納得できるのか。ユミトをポストデビュー初日から取材している密着ディレクターが本心を探った。もうめちゃくちゃぶっちゃけていいですか。このたった1ヶ月で戻ることになったら最初からやめなきゃやればよかったやんと、どんだけ薄かったのっていういや、自分でもそう思うね。何も言えないですよ、本当に。いや、もう自分もう何言われてもしょうがないなっていう。これからはもう颯太にも申し訳なかったし、正直その時は何にも考えられてなかったですね。感極まっちゃったっていうのが正直なところなんですけど、やっぱローランドグループから出店が自分のずっと夢だったのに、こんな形でやめちゃってよかったのかな、とか、なんかあんま理性で動いてなかったですね。正直感情めちゃめちゃ子供だったなっていう反省はありますね。ユミトはまだ25歳。辞めるというジョーカーを安易に切って振り返りもせず去った。しかし思いのほか何も起こらなかった。本来辞めた職場のイベントなんて行くわけない。だけど振り向いてほしくて参加した。自分が執行を背負っていくって覚悟を決めた中で、こういう結末、こういう決断をしたのは自分の中ですごい後悔です。ジョーカーを切ったらゲームは終わる。お疲れ。ありがとうな。あります。よかった。だけどユミトは再びローランドの元へ。心に従うべきだと思うから、やりたくないことをやっても俺は成功しないと思うし。ただただ憧れのローランドに振り向いて欲しかったのだ。ローランドさんと面談した時には本当は戻りたいって言いたかった？めちゃめちゃ痛かったです。あ、そうなんだ。言えばよかったじゃん。まあすごいダサいとこで言うと、自分ダサい話で言うと、なんか嫌でやめたのに戻るなんか、もちろん自分ザクラブ本店いた2週間結構しんどかった。アウェイにも感じたし、勝手にそこにまた自分からこう嫌でやめたというか突っ込んでいくのもっていう迷いは正直あったっちゃったですね。やめさせられたわけじゃなかったんで、自分の意思でやめて自分の意思で戻ってくるっていう、なんかまあでもこれ所詮なんか理性的なところで、なんかやっぱ最後の2週間クラブにいるのもしんどかった。でもやっぱこのグループでもう一回やりたいな、まあ
もう残された道は自分にはもう大阪しかなかったっていうのが感情的な部分ですね、正直。これって視聴者で理解できるんかね、本当に。僕本当そこがいわゆるユミトさんとのやり取りの上で一番心配してたところもあって、いやすっごい変なこと言うとまあどう思われてもいいかなっていう自分がやりたいことなんで、やっぱ何しても否定される時は否定されると思いますし、でもそれでこう周りから否定されるからやめとくかって、それだったらもう最初からホストやってなかったなっていうのがあるっすね。それを自分勝手という人もいる。今日からお願いします。ユミトです。ただそんなユミトに寄り添いたいお客さんもいる。組織は掃除組からのスタートを命じた。そう、他のホストに示しがつかないからだ。新人ホストユミトに指導するのは同じく今月からローランドグループに出戻りしたライト。一度辞めてからの復帰がどれほど難しいかをライトが一番知っていた。お客さん増えました？いやゼロですね。まだゼロ？いや難しいですよ。あ、そうなんだ。でもう深い話すると送りもないです。まだ一回も。まず指名の前に送りがないです。はい。既存のお客さんは何人かいらっしゃるんですか？既存もゼロなんで。でもだって初日に来たでしょ？そうですね、来てくれましたけど、そのね、なんて言いますか、こっちに住んでるとかそういうのがないんで、本当にゼロからっていう気持ちで。兵庫から来たんだ。旅行？もう本当ここに来るためだけに。すごっ。そして困るなってだから。名刺こっちもあります。はい。本物言われてないのに。知ってます。一口にホストクラブといっても大阪と東京では客層から料金設定までまるで異なる。ユミトが売れっ子だったのはあくまで東京歌舞伎町での話。先生一緒に頑張りましょう。はい、よろしく。頑張りましょう。またやろうぜ。舞台を変えての出戻りは決して簡単なものではない。お客さんはまだ遠巻きに様子を伺うばかり。はい、ありがとう初日。マジびっくりしましたね。やば。そうだと思ってました。いやいやいや、まあどこでも行けると思って。意外だった大阪。そうだね。堤防が。なんと関東から指名客を呼んでいた。そう、俺幹部じゃないから座って待っちゃいけないとかいろいろあって、そう掃除してた。ごめん、ハイボール持ってきてほしいわ。ごめんなさい、お願いします。いやいや、俺新人だったわ。お客さんの心はまだつながっていた。ただ過去のストックばかりに頼ってはいられない。ここは大阪だ。いいよ、ヘアメイク。いい。可愛くなってるやん。なんと初日に新規指名客をゲット。とそこに久しぶり。なんと3組目の指名客。まだ営業開始から1時間足らず。この鏡俺が拭いてやったんだよね。このテーブルセットも俺がやった。炭酸水1セット持ってきてほしい。どうしても出てしまう新人らしからぬふてぶてしさ。この日出戻ったユミトの指名客はすでに5組目を突破。初めてのここ大阪で
新人ユミトはその牙を隠せなかった。みんなシックで指名してくれてたんですけど、まあどこでもいいんじゃないみたいな感じだったんで。そうだ。でもみんな結構ローランドグループに残ってくれてよかったみたいな感じです。だからホスト他行ったことなくて怖いから、まあ安心なグループだからよかった、行きやすいわみたいな感じです。一方で入店同期のライトはさすがですよね、やっぱり。どうですか、同期として。いやもうね、尊敬してますよ。もちろんもちろん。いやもうなんかね、初日から全然違うんで、僕とは逆に。なんか切ない、めっちゃライトさん。ガチの本当の声じゃないですか、ポンさん。ごめん、ライトさんに聞くんじゃなかった今。めっちゃ切ないわ、急に。頑張って売れます。すいません、聞いちゃって。出戻りライトは密着カメラの前で今日もヘルプについていた。じゃあヘルプついてもいいですか。そして大阪初出勤のユミトにはどうしても会いたかった男がいた。それは先日ユミトが大阪店に入店することが有志から従業員に知らされた時のこと。まあライバルかもしれないですけど、なんかまずあれですね、それよりなんか先に大阪店強くなるなっていうの方が多分今勝ってるですね、気持ち的に嬉しいなと。はい、めっちゃみんな驚いたんですけど、僕結構好きなんですよ、シンプルに。本当にちょうどいい強い相手が来てくれたんで、全然楽しみですね。大阪店が盛り上がる。売れっ子ホストユミトの復帰にホストたちは歓迎ムードだったが、ローランドさんのなんかこのなんていうんですかね、まあ合わへんってなって離れていたのに、あ、また戻ってくるんかみたいな。結局はそうやんで、なんかいや結局はでも自分が一番分かってますやんと、まあ思いますよね。視聴者の声を代表するかのような極めて真っ当な意見を述べていたこの男。彼の名は月上照也。昨年末大阪の大手ホストグループから移籍してきた期待株。大手グループの売れっ子だけあって移籍には計り知れない圧力と揺るぎない決意が必要だった。だから照也にとってたった1ヶ月そこらで退店と入店を繰り返すユミトは茶番にしか見えなかった。負けたくないなって感じですね。なんか本店にこう飲み込まれそうな感じがまあ嫌やなって感じはしますね。とその声をシャンパンコールがかき消した。中央に座るのはひめさん、ザクラブ入店した時から本当ありがとうございます。だからローランドショーでてるてるランドってやつに喧嘩売られたんで、1週間でね格の違い見せてやろうと思います。よいしょ。次回指も負けへんからな、よいしょ。歌舞伎町の茶番劇、出戻りホストをぶっ潰せ。大阪の売れっ子が総出で反撃開始。もうマジさ、サツキってやつちょんぜんだけど手に入れてくんなよマジ。あいつなんだお前。桜木由美人先輩、大阪では茶番劇は通用しませんよ。かつての教え子も本気だった。由美人さん名字ね、桜木由美人やと思うんですけど、見ての通り大阪にもう桜ね間に合っているので、この店ではただの由美人として、一からね、やり直してください。よいしょ。ただの由美人さん、大阪店をなめんなよ。